今回は前回上げたバトルハブの動画の対戦解説よ。ちょっとソプレイ気味で申し訳ないけど、何かしらの参考になれば私は救われるわ。ちょくちょく止めながら解説するので、流れを切らずに見たい場合は前回の動画を見てね。前提情報として、お相手のマノンはすでに何連戦か戦っている相手なのだけども、リズムで差し返しを狙うことが多かったので、リズムを荒らすように戦いに行ってるわ。では、見ていきましょう。いくらでも落としてくれて構いませんことよ。一回通ればそのまま KO して差し上げますわ。ドライブラッシュからの投げが通ったわね。いつまで飛んでるんだこのバッタ野郎。と、怒られても仕方ないぐらい飛んだのだけども。対空は相手を落とせば終わりではなく、相手を落とした後にどうするかも重要なの。せっかく落としているのに攻め継続の意志が希薄で、引き気味で戦うというのならこちらは執拗に研ぐわ。で、相手が置き攻めの重ねをミスしたところにキャンセルラッシュを使って強欲後ろ投げね。落とされまくって体力が半分だけど、切り返しがゲージ依存のマノンは橋の状況は地獄そのもの。この甘えまくりの後ろ投げを通したことを後悔しなさい。強欲、すいませんでした。ごめんなさい。じゃあもう一回。良い子は真似しちゃダメよ。グーで殴られても文句言えないわよ。竜の柔道の場面ね。有名だから知ってる人も多いと思うけど、竜で前投げ、立ち弱パンチ、投げのフレーム消費レシピね。最速でやるといい感じに起き上がりに投げが重なるので、体感でなく理論で投げと打撃の2択をかけられるわ。スト5からそうだけど、起き上がりに投げが重なるってちょっと前の格闘ゲームからだと考えられないわよね。重なってるのでコパン暴れも潰すわ。相手のリバサコパンで困ってる人はまずは投げをしっかり重ねる練習から始めてみてね。落とされちゃったけど、今の置き攻め垂直ジャンプは原人狩りというやつね。コパンからの投げと打撃の2択で、相手の投げ外しを狩る古からの狩猟行動ね。一応マノン相手だとリバサ SH を警戒する意味合いもあるわ。今回は読まれたので対空されてしまったけど、読み合いの結果なので仕方ないわね。でも、ともえ、デリエールで対空されなかったので、まだまだ私のターンよ。大パンが噛み合って、そのままラスコンボ、SA に、新波衝撃、まで、ドヤ。結局は、端ではめれば、ええんやで。でも、低評価は甘んじて受けましょう。このターゲットコンボは入れ込みですの。すいませんでした。あなたが向かってくるようになるまで私は飛ぶわよ。今の危なかったわね。もう少しラッシュを長めにやれば投げに座れてたかも。このインパクト返しは連携を技キャン可能の行動でまとめた恩恵ね。攻め継続のドライブラッシュから立ち中、しゃがみ中と入れ込んでるわ。この連携はほぼ手癖で手に馴染ませてるので、あとはインパクトが来てたらインパクトを押し返す準備をするだけなの。格闘ゲーマー風に言うと、意識を他に避けられる行動の各種をテンプレ行動と言ったりするわ。どのようなテンプレを作るかがプレイヤーの個性になるわね。テンプレ行動は試合を重ねていくうちに手に馴染ませるものだし、実際に馴染んだ後にやっぱりいらないといった取捨選択も必要になるわ。連携に悩む場合、手っ取り早いのはプロシーンを見ることね。ラッシュからどんな連携を組んでいるのかを見て、この連携は何と何に対処できるのか、今の自分に可能なヒット確認の猶予があるのか、連携一つ一つの意味を自分なりに解釈できるようになると、動画研究もはかどるのでぜひ思考を深めてみてね。ただ、この場面はインパクトで返す場面ではないので、おそらくこちらのラスとインパクトを見間違えたのだと思うわ。こういう相手のミスを見逃さないようにするのも大事なやり込みよ。この前のラシードと一緒に来たアップデートで、インパクトのパニカンからライボスが安定してつながるようになったわ。強欲すいませんでした。ちゃんと輪からされたわ。メダルは4枚。フルゲージ。怖い。こっち来ないで波動拳。飛びが通って。この竜学ばないわね。安い。構わん構わん。走れなければどうとでもなるわ。
また飛び通って。甘えた飛びが2回も通ったのでリーサル来ました。この場面で大事なのは倒しきり判断ね。大攻撃や飛びから指導すれば SA3 を使って相手を倒しきれること。そして、マノン側の飛びさえ通さなければ1回で倒されることはほぼないこと。リーサル判断はスト5同様でとても大事なので、コンボの最中に自分と相手の体力、ゲージに目を通せるようになると戦略の幅が広がるわ。さあ、シン、昇竜拳に震えなさい。かっこいい。リバサ読んだだけだけど、ちょっとおさらいしましょうか。この場面、私はリーサルなのもあるし、無理に置き攻め行く場面でもないのよね。マノンは逆卓弱いのよね。SA さんは手を出してなければ暗転見てからジャンプできるわ。そのまま超攻撃からラッシュ攻撃を決めてフィニッシュね。あと1回で相手を倒せる。というのは、結構メンタル的に余裕を持てるわ。リーサル判断、少しずつでいいから馴染ませてみてね。では、次の試合を見てみましょうか。開幕空対空、お互いの殺意がぶつかる。安全連機、強欲インパクト。こちらの立ち弱に反応しての差し返しかしらで、にしてもしゃがみ中足での差し返し。本職は道義キャラかしら。原人狩り。マノンは切り返しが SA 依存だから柔道と向き合わないといけないのよね。こちらの行動が噛み合っただけの試合なので次に行きましょう。飛びすぎな竜相手に相手も辟易してるでしょうね。でも飛ぶ。論法1の対空を見せない限り私は飛ぶわ。カウンターとパニッシュカウンターの判断ミスかしらね。重ねミスってすいませんでした。リーサルです。リュウさん、コンボ伸ばせば勝ったのではないですかね。リーサル見逃してて恥ずかしいリュウがここにいるわ。ここの電人連機はただの煽りね。真似しちゃダメよ。ただ、私からそちらに行く理由はもうないので、スーパー煽り前歩き。私がマノンならブチギレてるわ。リーサル逃したあたりから見返してみましょう。リーサル逃しを棚に上げて喋るわ。モダンのワンボタンが生きる状況ではあるわね。飛び、割り込み、差し返しなど、相手の好きに一発打ち込むだけだから、もう基本は待ってるだけね。置き攻めは無理していかない。この前捨てには反応しないとダメよね。すいませんでした。ただもうリスクは負わない。飛びは絶対に通さない。ただそれだけを見てるわ。下がってるから連起したら蹴っ飛ばされたわ。ただ、マノンが来ないといけない場面ではあるので、このインパクトに特別な意味はないわ。ただやりたかっただけ。全然向かってこないので、面倒くさくなって前歩いて投げました。反省してません。でも、捨て芸に近い行動なので真似しないでください。起き上がりのコパン暴れを潰して KO。もうこの状況は本当に待ってるだけにするのが正解ね。ワンボタン SE3 で飛びを咎めてもよし、インパクトを咎めてもよし、オーバードライブで風を咎めてもよし。モダンであることを最大限活かせる状況なので、相手の行動をしっかり見極めたい場面ね。決してめんどくさがって前歩き投げなんてしないようにお願いします。だいぶクソプレイ気味だったけど、いかがだったかしら。他にも棒立ちとかしてたりするのもあったけど、今回は解説はやめておいたわ。いろいろビビりました。すいませんでした。コンボとか連携とか、何かしら参考になったのなら幸いね。なってるといいな。では今回はここまで。質問あればコメントまでお願いします。煽りも待ってるわ。遠慮なくちょうだいね。最後までご視聴ありがとうございました。よければまた見てね。それほどでもないゲーマーチャンネル。